こんにちは、白川隆二です。先生、今日は先生に護身術の技を教えてほしいのですが。わかりました。では、いくつかの護身術の技を説明しますので、実際に高校生の桃子さんにやってもらいますね。わかりました。よろしくお願いします。お願いします。では一番最初に大事な手ほどきといって、相手に強く持たれた時にこう外す技術をやっていきますね。相手に強く掴まれたら外すところはここ1点しかないので、手を開いて親指から抜いて小指も意識して肘を出すように手を開いてこう抜けるところ1点、この線上に肘を出すように外していく。で、相手の持ち手がすごい強かった場合、反対の手を使って外していく。肘を出しながら外してください。では次に手ほどきから転換を使って逃げる動作を行います。一歩入って転換から向きを変えて逃げるに抜いていきます。手を挟んで転換する向きを変えて、これをにでは今度は両手で強く掴まれた時の外し方を説明します。両手で強く掴まれた場合には小指側をしっかり持ってこの角度で外していく。小指側をしっかり持ってこうしていきます。次は同じ両手で強く掴まれるんですが、難しい動きでいきます。手を合わせて握ります。交差取り2挙のようにこの方向で外していきます。手を掴んで交差取りの動きで手を合わせ交差取り。今度は胸取り、胸で、掴まれた時に隅落としとなります。で、手を少しひねって肘の内側が弱いので、そこを狙って膝をつけながら一気に手首をひねりすぎない、手首をひねりすぎないで少しだけ返す。肘の内側見たらそこで一点集中させてつけていきます。今度は同じように胸を掴まれたときに手を返してそのまま2挙でもいいんですけど、手結構複雑な動作ぐねぐねするので一気にレシピしていきましょう。手を少しだけひねって肘を狙って肘を伸ばして決めていきます。肘を曲げればこのまま完璧になりますが、そうじゃなくて返して腕全体を伸ばすように今度は相手に肩を組まれた時の動作です。肩を組まれた時に頭を抜いて肩をそのままレシピここで組まれた時に固まらないで柔らかかったらと速さ肩を狙って
今度は後ろから歩いてた時に捕まえた時の技を行います。後ろから歩いて手を捕まえた時に手を合わせてそのまま2強裏を冷静にします。歩いているタイミングで捕まえる、手を上に上げない、そのまま手を合わせる、向きを変える、今度は後ろから抱きつかれた時の技です。相手に後ろから抱きつかれた場合、小指を返すと隙間が出るので、小指を返してそのまま小指を返して少し隙間が空くので、そのまま抜けてもいいですが、余裕があったらこっちの手を使うと3返して同じように後ろから抱きつかれた場合です。今度は前に投げていきます。今度は掴まれてるのを逆に生かして手を張らずにそのまま倒れ込むように、これも前に受け身があるので受け身をしなければいけないので、手を開いて肘もつけながらこれでいきます。捕まえた時、捕まえた時逆に生かしてそのまま倒れ込む。で今度は後ろから襟を取られた時ですね。後ろから襟を取られて押される場合です。ここで抵抗しないで力をうまく回し出して持っていきます。押される時にそのまま押される方向に力を抜いて回ってタイミングを相手が後を持ってきた時に難しい応用技に挑戦してみましょう。今度は後ろから抱きつかれて腕が使える場合の外し方です。強く掴んだ場合でも小指からなるべく使って小指から引っ掛けて上から手を合わせる、イレガランドの状態で巻き込んでもう一度やっていきます。腕が使える場合には小指側あるいは足で今度は胸取りからの応用でコーナーに行きましょう。頭を起点にで肘こう決まってしまうので、なるべく柔らかく円を今度は胸取りからダイナミックに投げていきます。胸取りから捕まえた場合に相手の袖をしっかり引きつける、脇肘を締めて引きつける、あとは腰の回転を使って右投げを行っていくんですが、脇肘を締めて腰の回転を使ってこれを相手が押すタイミング、相手が少しでも押してくるタイミングにようにすると効果的になります。力を脇肘を締める、あれは腰を入れて
いうことで今回は護身術の技をいくつか説明しました。桃子さん素晴らしいですね。ただ、見ている皆様に気をつけていただきたいのは、決してこんなに実際には簡単に抑えたり投げたりすることはできないということを十分注意して見ていただきたいと思います。実際に護身術を使えるようになるには長年の稽古と、そして状況を見極め臨機応変に技を変化させる対応力、そして強い精神力、胆力が必要となりますので、少し技を覚えたからといって決して簡単に使いこなせるようにならないということに注意ください。で護身術の基本というのは危険を察知して、危ないところに近寄らない、そして大声を出す、逃げるという3つのポイントがとても大事となりますので、万が一そういう危険な状況に遭遇したらまずは逃げる技術を使うということがとても大事となります。わかりました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。